こんにちは。お元気ですか？今日は6月7日の土曜日ですね。もうすぐ梅雨なのでね、今はお出かけするのにはちょうどいい時期かもしれないですね。暑すぎず寒くもないし、天気もね、いい日とかは結構いいし、半袖とかでね、歩き回れたりとかするので、ちょっとお出かけするのにはいい気候かもしれないですね。ただ日によっては結構すごい急に暑くなったりとかする時もあるので、まだ体が暑さに慣れてないこの時期ってね、熱中症とかが結構実は発生しやすい時期でもあるっていうのもね、あると思うので、そういうのはちょっと気をつけてね、お洋服とかも脱着できたりとかね、そういう暑くなったらすぐ脱げてとか、汗のかいた時にね、こもらないような服とかね、着心地のいい服を心がけたりとか、あとはね、こまめに水分補給をするとかも大事ですよね。よく喉が渇いたって思ってる時はね、もうすでに軽い脱水症状というかね、もう足りないっていう状態になってるってよく言うので、コンスタントにちょっとずつちょこちょこ飲むっていうのがいいっていうふうに言ったりしますので、熱中症とかにならないように気をつけて、快適に過ごしたいですねっていう感じですね。私もね、急に暑くなった日とかはね、お家の中でのんびりとかしてても結構体がだるいなとか、なんかそういうの感じたりとかするので、やっぱりね、体がまだ暑さに対応してないんだろうななんて思って、気温とかを見るとね、まだ真夏のね、30度過ぎの気温とかに比べたら全然暑くないじゃんって思ったりとかすると思うんですけども、それでもね、体がまだ慣れてないっていうのを考えたりとかしたらね、数字だけで判断せずに、ちょっと暑い、ちょっと体がちょっと負荷かかるなって思ったらエアコンかけたりとかしてね、徐々に暑さに慣らしていきたいなっていうふうには思ったりとかしますね。まだ今年に入って汗とかそんなにかいてないよねとか、そういうのを考えたらね、体がまだこの汗腺の部分とかがね、まだ汗をかくっていうのに今シーズンまだ対応してないっていうことだと思いますので、そういうふうにね、体の冷却機能がね、まだなんて言うんだろう、まだ眠ってるというかね、まだちょっとね、活性化されてないと思うので、そういう時に暑さをね、変に我慢しちゃったりとか無理しちゃったりとかするとね、体調壊したりとか、軽い熱中症とか、軽くない場合もあると思うので、そういうのはね、気をつけたいなっていうふうに思いました。夜とかもね、どうでしょう、寝れてますか？寝れてますかってなんだろう、なんで今寝れてますかって睡眠のことを聞いたのかよくわかんないんですけど、私は特に変わらず適当に眠いなって思ったら寝てるので、無理に頑張って早寝しようとかそういうのはないですね。でもなるべくね、12時ぐらいに寝れたらベストなんですけども、なんやかんやで私寝るのが1時から2時ぐらいになっちゃってますね。で、朝起きるのはね、ちょっとやや遅めになっちゃったりとかするんですけども、それが今の自分に合ってるんだったらそれでもいっかみたいな感じでマイペースで過ごしております。たまにね、ショートスリーパーの人羨ましいななんて思ったりとかしますけれども、特に若い頃とかね、いろいろやりたいこともあったりとか、一日目まぐるしくね、過ごしちゃったりとかするじゃないですか。若い頃はいろんなことも、お仕事とかもね、すごい頑張ったりするので、そうするとやっぱりね、睡眠時間を削ってっていうことになって、でも寝不足だと日中は辛いしみたいなね、そういう意味でショートスリーパーの人めっちゃ羨ましいとか思ったりとかしましたね。今はね、別に、寝るのも結構趣味の一つなので、ぐっすり寝た時にね、夢とか見てたらね、朝パッと起きた時に、
夢見てたなーって覚えてたりとかすると、結構夢の中でもなんか面白かったなとか思ったりとかすると、なんかもう夢の中で楽しかったら結構それでいいやみたいなことを思ったりとかしますね。日常生活は日常生活でなるべくこう快適に自分の心がね心地よく過ごそうとは思ってるんですけども、夢の中でもねもう一箇所っていうのかな、こう遊べるところがあるのであれば、夢が楽しいっていうのはすごいいいなって思ったりとかしてますね。また楽しい夢見たいなみたいな感じですね。楽しいっていうかね、そんなすごいわーいみたいな楽しさじゃなくて、なんとなくその物語ストーリーが楽しいっていう感じですね。うん。でなんとなく思い出したんですけど、中学生の頃とかね、すごくこういい夢見た時があって、その時思ってたのは、私が今まで生きてきた人生の中で一番楽しかったこと、一番幸せだったことは何ですかっていうふうにこう自分自身に問いかけたら、あの時のあの夢が一番楽しかったですっていうふうに今は答えるなって思ったりとかしました。だからね、別に夢であろうが現実であろうが、一番楽しいことっていうのは夢でもあり得ることがあるので、いい夢見てすごい楽しかったら、人生が2倍楽しくってお得だなっていうふうに思ったりとかしましたね。逆に言うとちょっと夢が一番ハッピーな、今まで生きてきた中でハッピーな瞬間でしたみたいな、ちょっとその時の中学生の時の私かわいそうって今から思うと思ったりとかはするんですけれどもね。でもね実際の起きてる時のリアルな、どっちがリアルなって定義するのはちょっとおかしい気がするんですけど、起きてる時の人生も夢の中の自分の人生人生も両方楽しく過ごせたらいいななんて思ったりとかしました。そういう意味ではベッドとか枕とか寝具の肌触りとかね、そういうのにこだわるのはね、人生全般の QOL が上がるというふうにね考えてもいいかもしれませんね。なんかもう私もこうたまにこう昔のね若い頃のこととかね、子供の頃のこと、中学高校とかね学生ぐらいの時のこととかね、たまに思い出したりとかしますけどね、もうここまで人生歩んできたかってこうしみじみね思ったりとかすることはありますね。今48歳なので、人生も折り返しというかね、中盤は来ただろうと思って、自分がいくつまで生きるかっていうのはわからないことではありますが、すごく長生きしたと仮定してね、100歳前後まで生きたとして、それでも半分は来てるので、折り返し地点には来たのかなと。ただこの時間の流れの感覚的にはね、年齢とともに早くなっていくってよく言いますし、自分もねそれを実感してますし、よくもう自分より年が上の高齢者の方とかもね、やっぱりどんどん時間が流れるのが早く感じるっておっしゃってるのは何かで見たこととかもあるので、きっとそうなんだろうなっていうふうに思います。そう考えるとね、もう人生半分折り返しとはいえ、感覚的な部分ではもしかしたらもう7割ぐらいは来たのかなっていうふうに感じたりしますね。それを人生がもう半分以上終わってしまったっていうことと、もう若いというね、そのなんていうの、その若いという時期を過ぎてこう体的にもね、あと見た目的にもね、こうちょっとこう落ちていくっていう言い方はちょっとあれなんですけど、体力とかはね落ちていくので、それをちょっと切なく思ったりとかすることもあったりはしますね。ただだからといって、じゃあ今あなたを18歳に戻しましょうとか24歳に戻しましょうとかね、そういう若者に戻れますっていうような魔法があったとしたら、意外とそれはそれで
きついなって思ったりとかするんですよね。もちろん全く全然違う人生になって、すごいこう若さを享受して楽しく思いっきり生きれるっていうのもあるとは思うんですけど、全く同じ人生っていうかね、その時の行動によってはいろいろ変わるとは思うんですけど、やっぱりね結構大変だったり辛かったりしたこともね多いので、今戻りますって言われたらちょっと待ってっていう風にねなってしまうかもしれませんね。もう疲れたよみたいなね。だからそういう意味でもうこう若くはないし、こう運動能力もちょっと落ちてきてしまったし、もちろん見た目もね若い時の方がやっぱり可愛いですから、可愛いっていうか美しいですから、若さっていうのはね、単純にやっぱり普通に見て美しさを感じるものだなって思うので、あのそういう意味ではやっぱ若い時の良さとか、若い人が羨ましいとか、そういうのも何て言うんだろうな、こう自分と比べてっていう感じじゃなくて、結構俯瞰的に見て羨ましいって感じなだけなんです。すごい心の底から自分と対比して羨ましいって思ってるわけじゃないんですけど、そういうふうに思ったりはするものの、何て言うかね、ここまで生きてきて、ここまで人生をここまで来たことにほっとしているっていう部分はありますね、正直。なんていうか、こう人生平均寿命2000年ですとか言われたら絶望して逆に死にたくなる気がするんですけど、人生100年ですっていうのが、リミットがそれくらいだからこそ、なんていうかな、こう救いがあるというかね、っていうのはすごくあったなっていうのは今思い返してもありますね。今こうどうせ今こうもう召されることを選んだとしても、どうせあと60年後とか70年後とかね、にどうせ召されるんでしょみたいなことを考えたら、今それをわざわざね行動に移してそれをするのと、自然になんとなく生きてるだけでも10年後に召されるんだったらそっちの方が楽じゃねっていうところもあるわけで、そうそう、ただねメンタルがやばいおかしいとか、人生があまりにもこう激しく苦しい状況になった時とかは、多分もうなんていうのかな、パンパンにこう風船みたいにパンパンになってる状態なので、そういう理屈はもう通じない状態だとは思うんですけども、ただね、そういうもういろいろ世の中にはいろんな人がいて、そういう大変な方もいるだろうし、そこをこうどうにか乗り越えて、中年期になった時幸せに暮らしてる人もいるだろうしとかね。逆にね、逆なのかな、若い頃からハッピーに暮らしてて、最後までハッピーに暮らす人もいるだろうし、それはこう外から見てこう平均的にこの人はハッピーだっていうふうにこう判断するっていうよりも、その本人自体がハッピーというふうに感じているかどうかというね、ハッピーと感じれる強さみたいなのもたくましさというかね、図太さというかね、そういうのが持ってる人であるかもしれないしとかね、そういうのはいろいろですよね。全く同じ出来事がこうね起こったとしても、それでめちゃめちゃ絶望する人もいれば、ね大変だったわくらいで感じるというかね、そういう人もいるだろうし、なんかねちょっとなかなか比べられないものはあるなっていうふうに思ったりとかしましたね。とにかくねこう年を取ってってこう言っていいほどの年齢なのかどうかわかんないですけど、なんていうのかな、中年か、ちょうど中年と呼ばれるシーズン真っ只中、中年としてはまだこう新参者かもしれないですけど、48歳くらいだとね、でも結構人によって
差が生まれるくらいの年齢かな、48歳ぐらいですんごい体も元気で若い方もいれば、いろいろね人生で大変なこととかもあってすごい体にガタが来てしまってちょうどねガクッとくるタイミングの人もいればみたいなね、そういうのもあると思うので、ちょっと分かんないですけど、ただ全体的に人生100年くらいって考えたらね、もういわゆる若い時期はもう乗り越えましたっていう時なので、いわゆる若者って言われる時代はね乗り越えられたので、ちょっとほっとしてる時期というかね、ただなんか自分がすごいこれからチャレンジしたいとかね、そういうのがあれば全然もちろんいくつだってできるというかね、やり方とかねそういうのは違ってくるとは思いますけど、もちろんね何でも自分の思うままに生きればいいんじゃねえのっていう気はしますね。どうせだったらチョコレートを食べて漫画読んでゴロゴロするのを楽しみたいっていうのとかね、あとはすごく大きな感情が大きく揺さぶられるようなそういう感動とかね、幸せとかももちろん味わいたいしっていうのはありますね。ただ思うのは若い頃ってやっぱり感受性がね特別だと思うんですよね。なんていうのかな、例えばそうだな若い頃、例えば10代とか20代の前半くらいまでかな、感覚的にそれくらいまでに聞いた自分がすごい好きだった音楽、曲とか映画とかそういうやつにすごく感化されやすいというか、めちゃめちゃ感動するとか、めちゃめちゃいい曲で大好きでハマりまくるとか、すごい心の支えになる曲とか、すごい本とかに救われたとか、そういう感受性の強さみたいのってやっぱりね10代とか20代前半の時ってが特別な時期なんだと思うんですよね。生物学的に多分ちょっと分かんないですけど、絶対にその時に大きくなんて言うんだろう、良いことも悪いことも大きく心に感受性がすごい刺さる時期なんだと思うんですね。だからその中年とかね、もしくは後年とかになった例えば50代60代70代の人とかが自分が青春時代の曲がずっと好きでそれを気に入って聴いてたりとかするもんじゃないですか。もちろんねこの青春時代のあれくらいの年代にその一番アーティストが多いとかね、歌手の人とか多いとかそういうのもあるとは思うんですけれども、でもそれとはまた別にやっぱね自分が若者だった時に流行った曲とかいうのがずっと心の中であれだと思うんですね。あとは自分がその頃に見た映画とかね、すごくいい本とかがずっと心に刺さってとかね、やっぱりね感受性がやっぱあの時は違いますよ。なんかそう考えるとこの年を取ってきて若者ではなくなってくるとちょっとその感受性が鈍るっていう言い方は悪いネガティブな意味もあるんですけど、同じ映画とかを見てもすっごい感動しちゃうとかすっごい感化されちゃう、ちょっと危険ですけど逆にそういう若者時代から、今見るとある程度人生の経験値もあって慣れっていうのもあるんでしょうけど、そういう物事に対してのそういうストーリーに対してもただねやっぱり感受性そのもの自体がねやっぱ違ってくるっていうのはあると思うんですよね。だからそういう意味では若い時にいろんなことを経験していろんなことを楽しんだりとかいろんなものに触れなさいっていうのはね、そういう意味では確かに間違いないし、その時にすごくいいものを中に入れれていい人と出会えていい言葉に出会っていい音楽が聴けて自分にマッチして、そして自分のこの人生をいい方向にね舵取りをしていくきっかけになってくるようないいものに出会えたらすごいいいなって思うんですよね。だからしかもその時一番楽しいわけじゃないですか、わーって感じ方が強いってことは。なのでその時いろいろ人生のを経験して楽しむっていうのは確かにそうだなって今の年齢になって思うんですね。でも逆に考えると逆もしかりだなっていうふうに思うことがあっ
ってやっぱりものすごい人生の中でショックなこととか苦しいこととかひどく惨めなこととか辛い経験とか出来事ハプニングが起こった時に全く同じことが起こっても18歳の時に起こったことと48歳で全く同じことが起こったらその時のダメージっていうのが全然違うんですよ。心が成熟してないとかそれとはまた別でやっぱりね感受性突き刺さる何かがねちょっと違うような気がするんですよね。心が未熟とかそういうのとはまた別でその感受性の部分ちょっと2回言っちゃったんだけどそうだから48歳って今私ですけどもそういう昔より感動とかが薄れたなとかそういうのもあるのかもしれないですけどもいい意味で鈍感になってきたちょっと人生の感じ方がなだらかになってきたというかねなんていうかねすごい突き刺すようなひどいことが起こったとしてもある程度その時のね心の傷というかねすごく影響値みたいのがねちょっと若い頃ときっと違うだろうなっていうのは感じますね。だから単純に長く生きてすごく積み重ねによって筋肉みたいになんていうかなんていうのかな何度もすることによって太く厚くなるとかそういう部分ももちろんあるとは思うんですけども単純に機能として突き刺さる感受性みたいのが年代によってきっと違うんだと思うんですよね。だから若い頃あんなにすごい大変とか、分かりやすいのは小学生とかですよね。子供の頃あんなにすごい悩んであんなに何もできなくてうじうじしたりとかひどく傷ついて体が動かなくなったりとかそうした経験を今から思うと、例えば高校生ぐらいになるとそれが乗り越えられたりとかできるようになるとかね単純な成長じゃなくて感受性の部分もあるんじゃないかなって思うんですよね。ちょっと今子供からの単純な成長みたいな感じになっちゃったけど例が小学生にしちゃったんで18歳とか24歳ぐらいまでとかねその頃に例えばなんかすごく大きなものを失ってしまったとかひどい裏切りにあったとかすごいトラウマになるような経験をしてしまったとかそういうのはねやっぱりその時と40代50代とかに全く同じひどい経験をしたとしてもやっぱり精神に与えるダメージっていうのはね影響力は違うんだろうなっていうふうに思うんですよね。だからだからってなんか結論を言おうとしてるわけじゃないんですけどきっとそうなんだろうなっていうふうに感じますね。だからそういう意味では私もちょっと気をつけなきゃなというかねなんとなく無意識に感じてることは自分よりっていうか若い子ですね高校生ぐらいとかまだ20代前半とか、前半じゃなくても20代ぐらいかなくらいの子とかに接する時になんかこんなことも頑張れないなんてとかこんなことでちょっとなんていうか気弱になっちゃうなんてとかこんなことでちょっと二の足踏んじゃうなんてとかねそういうのをちらりと思ったりすることもあるかと思うんですね。誰でも特に自分が若い頃すごいがむしゃらに頑張ってきてすごい困難にも打ち勝ってどうにか今の状態になったとかねそういう自負がある人であればあるほどそう思っちゃうと思うんですよね。いわゆる最近の若いもんはってやつですね。このセリフって永遠に続くセリフだと思ってるんですけど100年後も200年後もきっと江戸時代とかもね超昔もあったと思うんですね。最近の若いもんはみたいなでもなんていうのかなきっとそう言ってるこの中年後年の人たちって
経験値があるから、すごいこう成長してきたから今自分はこうできてるんだっていうふうにね、自分で思ってる部分もあると思うんですよ。若い頃から頑張ってきて、いろいろこう耐えて、それで強くなって、何度も立ち上がって、で経験値も積んで、で今こうやって自分がこういう立場になれたんだとかね、そういうふうに思ってるっていうのもあると思うんですけども、結構ここ忘れちゃいけないなって思うのは、年齢とともに単純に同じ出来事が起こってもちょっとね、いい意味で鈍感になってる。これ生物学的に多分きっとなってるんだと思うんですよ、全体的に。そういうもんだと思うんで、だからね、その部分を考えると、結構この若い頃の、なんていうのかな、ちょっとしたことでもこう感じる、こうちょっと心がこう少し病気になりそうになっちゃうような、なんかこう負荷がいろいろかかってるとかね、そういう時のあれをなかなかね、その時の立場になって見れないんじゃないかなっていう気がしますね。だからこう一概にこうなんていうか、若い人とかをね、こう自分だって若い頃こんなに大変だったんだ、なんだったら自分の時代の方がこんなに大変で、昔はこうだったんだぞとかね、あのそういうのまさに仕事とかでもめっちゃあるとは思うんですけど、コンプラとかね、そういうセクハラとかそういうのが薄かった時代に、特に今の人はね、今の中高年は生きてきたわけなので、まあね、ただね、その感度がきっと違うっていうのをね、忘れないでほしいっていうのはね、自分が中高年になった今ね、思ったりとかしたっていう話なんですけども、だから自分がね、この10代20代の時の曲が今でも一番こう心に響いて大好きな曲みたいなね風に思っててっていうのを、あと自分がその頃にすごい感化された出来事とかね、こんな素敵な人に会って、それですごい自分の考えが180度変わったとかね、この映画がすごくこうジンときて、それによってこう自分はこうなったとかね、そういう結構なんかね、それくらい心がね、感受性すごい時期なんでっていうのをね、その分ダメージもすごい時期で、ある意味危ういですよね。いいものに触れれば触れるほどいい方向には行きやすいかもしれないですけども、こう変なものとか、とんでもないこうハプニングというか、なんかこうとても運悪くひどい悪いことに当たってしまったとかね、どうしようもないこう人に出会ってしまったとかね、そういうことによって人生の方向性が狂ってしまうこともあると思うので、なんかね、その同じ出来事でも中高年はいい意味でも悪い意味でも、ちょっと悪い意味でもあるんですけども、鈍感になってる。だからちょっと生きやすくなった部分もきっとあるとは思うんですけれども、まあ今超頑張ってるって言ったらあれなんですけど、20代とか10代の子たちはね、そういうこのリアル感、ライブ感みたいなのがすごく生きてると思うのでそういうのを忘れずにというかね、別に優しくしましょうねって言ってるわけじゃないと思うんですけれども、ないと思うんですけどもっていうか、ないんですけれども、そういうことではなくて、なんていうのかな、そういう意味では世代間のねじれの位置っていうのは知らぬ間に発生してると思うんですよね。まあね、この世代間、10ぐらいだったらまだあれだと思うんですけど、20年以上30年とか離れてくると、世代間ねじれの位置ねじれの位置って高校の時の数学で習ったやつです。2つの線がこの 3D みたいになってるんで、永遠にこう交わらない、行けば行くほど離れていくっていうねじれの位置ですね。なんか私数学嫌いだったんですけども、
なんかねそのねじれの位置、教科書のページに載ってた図と一緒にねじれの位置っていうのをね大人になってもなんかよく思い出すんですよ。こうやってこう今この人と私めっちゃこうどうしても何をやってもねじれの位置になってしまうなみたいな時に数学の教科書のページを思い出してしまうみたいなすいません、ちょっと咳が出たんでちょっとそろそろこの辺にして別に風邪ひいてるわけじゃなくてなんとなく今ちょっと笑ったらむせただけなんですけど、そんな感じでねなんだろう、ちょっと何話したかちょっと覚えてないんですけどよくわかんないんですけど、そんな風に思ったっていう感じでございました。それではまた。